どうもー、ポンポンチャンネルのポンポンです。今回 YouTube 初投稿なんですけど、ウワッキーさんの構築を使って3戦ほどやっていきたいと思います。でお相手なんですけど、お相手がコライド、クロバド、パオジアン、ハバカミ、ヘイラッシャ、グライオンという構築ですね。まあ多分相手はコライド、バドレックスは出してくるんだろうなっていう印象なんですけど、まあそうですね。まあある程度の3体選んで頑張りたいと思います。多分ですけど、ここはまあザシアン、ミライドン、ザシアン、ミライドン、パオジアンかなという印象ではありますね。まあ順序は不定なんですけど、ミライドン、ザシアン、パオジアン、これでいこうかなって今頭の中では思ってます。はい。パオジャンを多分選択です。おっと違いましたね、ごめんなさい。ミライドン、ランドロス、パオジャンでいくみたいです。ブリゾーさんよろしく。相手は初手コライドンですね。僕はミライドン出すんですけど、まあこの対面ちょっときついっすね。もうテラスをもう切らないといけないんで、ほぼほぼもうそう考えるとまあきついのかなって思います。多分ここはとりあえず稲妻ドライブ、相手も多分テラスを切ってくるんで、するとまあ当倍で入るから稲妻ドライブが、まあ一旦稲妻ドライブを選択中って感じでした。選択中じゃない、選択したって感じでしたね。相手もテラスタル切ってきますが、ここは多分このテラスですね。余計です。これはちょっとまあよしよしよしって感じです。さあどれぐらい入るのか。まあ半分入ればいいかなと思ったら、まあ半分ぐらいですね。おそらく突撃直球を相手は持ってるかなって印象で、まあ押し切れるんだったら押し切りたい。でもこれ多分なんですけど、ほぼ HC なんで、まあこのいくらスカーフを持ってる男はまあ抜かれてるんですよね。今確認しますね。158の 1.5 倍、230ぐらい。相手が多分もうほぼ200ぐらいマックス振ってるんで、まあ多分抜かれてますね。抜かれてました。はい。相手ドレインパンチ、これちょっとまずくて、倒したいけど多分これは倒せないで、まあそうですね、ミリの星になる。多分次のドレインパンチで落ちるなとは思って、今後の展開をちょっと考えてます、ここは。はい。まあ、ミライドンがやられた時に、まあランドパウドットでどう攻めるかっていう感じです。さあどうするんでしょうか。すいません、声は後取りっすね。声は後取りなんで、まあはい。でまあミライドンが落ちていくと、と思いながら、うわーどうしようと思ってますね。ここはなんとか見れるかっていう、まあ、一応ここはランドから威嚇で相手の攻撃力を1回下げながら、まあ攻撃していこうという形でやったっすね。
で相手がフレアドライブと、まあほぼもう HD 特化なんで、まあ落ちますとじゃないです。まあ結構入ると、どうしよっかなー。やばい、まずい、この状況まずいぞとなっております。どうしようと思っています。パオジアンですね、相手は。でまあここはまあ多分もうつぶてとか、まあつらら落として、まあ落ちるかなみたいな。まあ相手はつらら落として、でおそらくなんですけどね、多分この対戦の流れを見てもらうと分かるんですけど、もう最後パオジャンとパオジャンの一騎打ちなんですよ。ここから面白い展開が来るんでね。まあ一旦ここはつららでどんな持ち物なのか内訳ができるのかっていうことを見ながらやるんですけど、まあ、これ相手聖剣持ってたら終わりでしたね、本当。はい。相手は考えてますね。まあこれはもう2回目見て、まあ、パオジャに対してまあ聖剣を打ってこないっていうことは、もう大体聖剣打たなかったり、まあもう別技とか来なかった時点で、まあ大体まあ鉢巻きなんだろうなと思って、陽気鉢巻きエースぶっぱとかかなとは印象でしたね。一旦ここ剣舞舞えばこのパオジャンはワンパンなんで、まあ一回待ってつらら落として仕留めていくと。いうプランに変えて、まあ、つらら落としを選択すると。まあ、この場面もうほぼひるんでたら負けてたんで、ひるまなくてセーフでしたね。でここでパオジャンを勝っていくと。はい。で最後多分裏はもうバドレックスだろうなって印象が強かったんで、まあ、バドレックス出されて、まあ、タスキだったら負けるかなーって印象だったんですよね、やっぱここ。でも相手これ多分持ち物タスキなんですよ。一旦ここはもうこれしかないですもんね、技。打とうと思う技が。でも不意打ち打つんですけど、まあここはつぶてでもよかったです、はっきり言って。まあ、つぶての方が良かったかもしれないです。で鬼火が入るんですよ、これ。うわー最悪やなーみたいになって。でもこっから相手と自分の駆け引きって不意打ちタックとかになってくるんで、まあ、相手は倒すためにやけどを忘れたな、不意打ちを鬼火かなんかで避けれればまあって思ってるから、多分鬼火を打ってくるなと印象はあったんですよ、もう一回。だからここは一旦それ読みのはいつらら落としを打った感じです。でこれがどれぐらい入るのかなと思ったら、まあいいダメージっていうね。そしてもうあと1回耐えるってことは分かってたんで、やけどダメージを、まあ、これはもう最初不意中どうかなって悩んだんですけど、いやーここで鬼火打たれたらまあ落ちるわけじゃないですか、パオジャンが。でそこからまあつぶてに切り替えて、まあつぶてが入るよなって思ったから、もうあとはここでダメージ計算してつぶてで落ちないのかなと思ったら、まあいい感じの結果になったって感じですね。つぶてよっしゃー、勝った勝ったーって感じですね。この対戦は面白かったです。ありがとうございました。2戦目どうぞ。さあ2戦目の相手が見つかった。さあ2戦目の相手が見つかりました。テンさんよろしくお願いします。バドレックスザシアン、間違えました。黒馬バドレックスザシアン、パオジュア水オーガポンヘイラッシャグライオンってことですね。まあここはまあどうせザシアンバドレックスは来るんじゃねえかって頭の中でよぎっていますけど、まあいろんな人たちの対戦を見る限りでは、まあ禁止伝説一体みたいな感じのパターンもあるんで、
どうしようかなーって悩んでますね。未来堂の能力値1回見たりして、はい。まあここは多分未来雑誌未来雑誌パオジャンっていうのがいいのかなーって印象ですね。結構未来雑誌パオが通るのかなーっていうのは思ってます。結構ですね、その未来雑誌パオが通るのかなとは思ってて、まあこの時は思ってたのも、もう何でも来いやみたいな感じなんで。でこれ雑誌未来ってまあ選択肢ですけど、この2体できついのがいないのかなって思ってたら、まあグライオンかとかなってくるんかなと思って、はい、パオジャンを入れたって形でしたね。では天さんよろしく。さあお相手はまずパオジャンから来ましたね。こっちはまあザシアン、まあこれは非常にいいタイミングです。これは相手はおそらく引いてくるのかなって印象があったんですよね。まあ一旦草分けで S を上昇させようと。そのもしバドレックスがいた場合プラスそのバドレックスがスカーフを持ってた場合だと、やっぱり2回草分けを積まないといけないんで、抜くためにはと思ってたらフェイラッシュでしたね。ここの草分けまあこれぐらいの入るんだみたいな感じで、まあ結構 B に振ってんのかなって印象はめっちゃ強いですね。多分もう B 特化なんでしょうけど、 HB 特化だとは思うんですけど、まだちょっと様子見ようかなと思って一旦ワイルドボルトを打とうかなと思ってますね。あくび打たれたらまあ引いて、まあどうのこうのすればいいと思ってたんで、一旦ここでワイルドボルト、はい、全く意味がない。これもう入りません全然。普通に未来で引いとけばよかったって感じです。ボディープレス、まあこれはラッキーでしたね。勾配で受けてまあって感じだったんで、でどうしようかなと思ってて、まあ未来ドンかなと印象だったんで、一旦ここは未来ドン出したとは思うんですけど、ごめんなさい、これも声後取りです。でまあ未来ドン着地させると、まあそうすることによってまあ相手はまあフェイラッシャー引いてパウジャンを出してくるのかなって印象だったんで、はい、呪い、まあこれはラッキーでしたね。ボディープレスとかなんちゃらかんちゃら打たれて削られなかったってのが大きかったんで、でまあここは多分相手はもうエレキフィールドプラス稲妻ドライブでまあ落ちないっていうのは落とせるって思ったんで、自分はでまあ引いてくるだろうなと思って引いてきた先がまあパオジアン、ウッゼックスやろうと思ってます。ここはまあ稲妻ドライブ、まあこれはタスキで耐えられると。うわーここどうしようかなっていうのがあって、まあ、ここはもう確定で引こうとは思ってたんで、雑誌案に相手はこうまあつぶてかなとは思ってました。つぶて不意打ち、まあ引くことによって不意打ちのダメージも受けないんで、まあ引こうかなと思ってて、まあ、つぶてだったらまあ雑誌案で受ければいいかと思いながら、まあ雑誌案出したって形です。そしたらまあ氷のつぶてが飛んできたんで、まあここ起点に草分け積むかと思ってましたね。で相手悩んでますよね結構。初手で草分け見てるんで、ここでまた S を上げてくるんじゃないかって読みだったとは思うんですけど、こ
構お相手は引いてきますね。お相手考えてます。この時の自分の花、わあ引いてくるんだと思った。でバドレックス出して、まあここは草分けなんですもんね。だったら居住山打っとけばよかったみたいな、ある程度気づいたかったって思いながら草分けが当たったって感じです。まあこれはスカーフかメガネだと思ったんで、まあスカーフの場合はもう抜けてないと思っても切りましたね。ほぼメガネだったら多分抜けてたっすね。多分っていうかもう確定で抜けてます。メガネだったらこの1回の草分けで。で相手が何してくるんだろうなと思って、アストラルビットを普通に打ってくるんだろうなとは思ってました。この時は、この時までは。お相手たち、あ、もうはいはい、草照らす、何照らすと思いながら、そしたらゴースト、マジかと思って、もうこれ入れんなと思ったんですよね、すぐ。でこのゴーストテラスを見て、すぐもうスカーフだなってのは印象でした。まあやられちゃったよって感じで、さあどうする、ポンポンどうする、稲中れたぞポンポン、どうするポンポンってなった時に、相手裏にそういやヘイラッシャーいたなみたいな、パオジャン出して不意打ち打つぞっていう警戒をさせて、相手にバドレックスを引かせてヘイラッシャー召喚させるタイミングで自分ここ引いてるんですよ、ポケモンミライドンに。これやばいぞって思いながら、これ釣れたら、ヘイラッシャー釣れたらでけんじゃねみたいな、どうせパオジャンに引いてくるどうのこうのってなったんですけど、後々まあ一旦その稲鳴きを消すために、ここは未来に引くかどうかめっちゃ悩んで、結果的引いたっすね、未来ドンに。さあ相手もバトレックスやっぱ引いてきてくれたんで、パオジャの不意打ちを警戒して、はいこれめっちゃ来た、カモが来た、ドブ魚釣れたぞーと思って未来ドン着地させてって感じでした。でおそらくここで相手視点稲妻ドライブ食らったらヘイラッシャー絶対耐えないんで、パオジャンを壁にしてくるなとは思ってました。ここはもう稲妻ドライブしか選択の余地がないって感じでしたね。お相手考え中です。これで一気に形勢が逆転したなってのは思ってて、これがもう決まった時点で自分の中ではもう勝ちが確信したなと思いました。お相手ヘイラッシャー引っ込める、パオジャンを壁にしてきましたね。ここで普通に稲妻ドライブ来てパオジャン KO と。でここでバドレックス出して切って、スカーフだからいくらゴーストテラス切ってても HC 未来ドンだったら耐えるっしょみたいな、多分スカーフなんで本当で、実際もうゴーストテラス見た時にもうスカーフもう確信してたから、
あとはもう耐えるか耐えないかのダメージ計算もちょっとこっちでもして、これ絶対耐えるって分かったんで、なんかしないけどここでバカみたいになんかテラス切るか切らないかみたいなちょっと迷いがあったんですけど、これフェアリータイプの技を覚えてねえやろうなと思いながら、ドレーンキス覚えてねえだろうなと思いながら、もう結局切るのは諦めました。でこの心境、耐えろ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 耐えたーみたいな。一応ダメージ計算はしてたんですけど、急所とかねあるから、その運負けっていうのが嫌なんでね。であとはもうペイラッシャーだけだったんで、もう稲妻ドライブって終了っていう展開で終わりでしたね、今回は。勝ったーって感じでした。さあ今回はワッキーさんの構築を使いましたが、皆さんどうでした？自分の中では全然ダメだったんですけど、これも初投稿なので許してほしいです。はい。で今後は今も仕事は続けているので、なんだろうな、投稿頻度っていうかそういうのは全然落ちていくんですけど、なんかポンポンチャンネル気に入ったなとかって思ってくれたら嬉しいです。ではチャンネル登録してください。皆さんよろしくお願いします。はい。